僕らのプライドだと。意識の高い学生さんが集う。ドクターが集まってきますね。そうですよね。時代をこう紡いで紡いでいく。若手に。はい、皆さんこんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニックチャンネル。はい、今日はですね、福山からですね、土屋先生をお招きしまして、この度土屋歯科医院様とザ・ホワイトデンタルクリニックが提携すること、仲良しさせていただくので、今日は土屋先生にお越しいただいて対談させていただきたいと思います。はい、大先輩よろしくお願いします。こちらこそです。先生は広島県の福山市で開業されて何年ぐらいやられてるんですか？ですね、僕が帰ってきて本格的にやりだしたのは30年前なんですけども、新潟の大学を出て新潟で開業医のところに勤めて、それで福山に帰ってきてスタートしました。だから福山に帰ってきた時には右も左もわからない状態です。だからまず今できる勉強は何かなって根の治療だな、入れ歯の勉強だな、常にずっと月2ぐらいでいろんな講習会に行ってましたいうのが僕の30年です。先生のクリニックはどういう患者さんが多いですか？ザ・ホワイトデンタルクリニックは歯が崩壊しているような多数種にわたるカリエス、虫歯ですね。かつ歯医者さんが怖くていけないっていう方が多いんですけど、先生のところもそういう患者さんっていらっしゃいます？近いです。そういう患者さんがメインです。だから患者さんの紹介であったり、ドクターの紹介であったり、保険会社の交通事故の再建してとか、結構重症の本当に骨が折れてるような、あと大学病院から紹介してくれますね、インプラントとか。大学病院って普通は開業医から紹介すると思うんですけど、先生のところは大学病院から紹介されるんですよ。ありがたいことに。すごいですよね。大学病院に教えに行ってたもんですから。先生のところはだってインプラントアカデミーって言って、若手の先生とかにこうインプラントを教えるような、そういうセンターも併設されてますよね。作ってます。主に岡山大学のドクターが来るんですけども、6年経って大学卒業するでしょ、歯学部は。4年生ぐらいまではもうみんな決まってます。先生のところに入塾することが、もうやっぱり学びたい、その意識の高い学生さんが集う。ドクターが集まってきますね。そうですよね。ホームページ見てもですね、若手の素敵な先生がたくさんいらっしゃるので、彼らもう東京出て国際フォーラムとかで講演してるんですよ。だって5年目とかですよ。普通では考えられないですよ。考えられないようなことを実現します。もう一院開院されましたよね、11月に。本院は広島県福山市土屋歯科医院ですよ。岡山は岡山市正田町にあります。で名前は紬。時代をこう紡いでいく。若手にそちらの紬歯科のサイトも私拝見してもうびっくりしたんですけど、建物とか内装とかが素敵で、行くとしたら何がいいかって言ったら、まず駐車場が完備してる方が良いわ。でもその前に受付が愛想がいい方がいいわ、スタッフが優しい方がいいわ。で次にパッと見た時に病院が綺麗な方がいいわ。これで完全個室ですから、うちらもうがっつり行きます。うちも1人当たり2時間とか3時間やるでしょ、できるんです。もう今お話聞いてて本当に思うのは、やっぱり先生は患者さんに対する愛情というか、この患者さんをいい状態にしたい、悪い状態にはしたくないっていう思いでもう全てのところが始まってるんですよね。綺麗で素敵で居心地のいい空間っていうのは全て患者さんのためですよね。それがね、僕らのプライドだと。でそのプライドっていうのは、治療が終わった時にさ、患者さんがさ、僕の手握ってくれるの、これ以上言ったら涙ポロになっちゃうからやめとくけど、いや聞きたいです。やってくれる。やっぱそれありがたい。一番それがね、やっぱりこれがもうプライドですよ。先生ありがとうございましたって言われたら、それはおろっときますよ。でおろっときてもいいと思ってる僕。それが人間だもん。AI じゃねえんだから。そうですね。私ももう今話聞いてちょっと来るでしょ。これがあるから頑張れるんですよ。
世の中結構患者さんが治らないとかっていうのを患者さんのせいにするドクターがいっぱいいるんです。通ってるんですけどねって言っても、じゃあ先生私の3年間は何だったんですかっていうのはよく言われますよね。よく言われますよね。だからそういう患者さんが多いので、やっぱ歯医者さん不信だとか歯医者さん恐怖症っていうのは、全部私は歯医者が作ってんじゃないかなと思うんですよ。そうですよ。歯医者の責任ですよ。今までその人はそこを信じてやってたから、私もそこを悪くは言わないけど、あれれとも思って、じゃあちょっと頑張りますかって言ってやりますけど、うちももう静脈内鎮静法をやって、それもいいですね。静脈内鎮静法はね、2000年にはもうやってたな、鎮静。俺の方が早いですね。早いです。私だって卒業したのが25年前なので、はい、まだその頃は卒業したてだったので鎮静使ってなかった。一切使ってませんでした。あら。だから15年ぐらい前から鎮静がメインになりましたかね。そんなにトラウマで口の中が崩壊してしまっている人が世の中にはこんなにたくさんいるっていうのは知らなかったんですよ。ちょっとやり始めたらどんどん患者さんが来て、どんどんひどい人がいっぱい来るから、あ、そうなんだと思って始めたんですよ。ものすごく虫歯が多い方っていうのは保険診療のルールを守ろうと思ったらしんどい場合はあるですよね。なので、そこを枠を取っ払うために私は自費でやってるんですけど、先生のところも自費でやってください。やる場合もある。その方が早く綺麗になりませんか？それ触るツールが増えるから場合によっては歯も動かせるし、缶をかぶせるんであればこの角度ちょっとだけ起こしとけばもう全然楽なのにいくらでもあるし、だけどもあくまでも決めるのは患者さんだ。そうですね。だけどもう煮るなり焼くなり自由にしてくださいって言われたらこれならこうするよっていうのは答える。患者さん第一のカウンセリングをしてくださる、それがもう絶対だよね。というわけでいろいろお話を伺いましたけれども、今後ともどうぞよろしくお願いしますということで、広島県岡山県だけじゃなくて、その近隣の県の皆様、歯医者さん怖くて行けないとか、虫歯がたくさんあって恥ずかしくて近所の歯医者さんに行けないとか断られちゃったっていう人はぜひ土屋歯科の方におよび紬歯科の方によろしくお願いいたします。ホームページとかは概要欄に載せておきますので、ご予約とかこちらのホームページからぜひお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。本当幸ある一日だったと僕は思ってます。価値観が似てるなっていうのが分かったから、よしお互いにとことん頑張るべでいいじゃない。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで皆さん、握手。ありがとうございます。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。さようなら。また会いましょう。ザ・ホ